おはようございます。小木曽です。第44回の鬼講評を始めたいと思います。ちょっと小声ですみません。やつが寝てますので、ちょっとすみません。小声で失礼いたします。44回、何枚見たんでしょうかね、今までね。まあ面白いんでやってますけど、全然遠慮なく送ってください。50枚前後ぐらいな感じに落ち着いてきた感じがして、2回3回と送ってこられる方も結構いて、またその人の成長が結構面白くて、それがまた私がどういう動画作ろうかなっていうのにも跳ね返っていってますので、遠慮なく送ってください。じゃあ早速始めていきます。ちょっとですね、先週一番最後の回にこの作品を載せれてなかったみたいで申し訳ございませんでした。単なるミスです。人間ミスはあります。で、皆さんご指摘ありがとうございました。で、もう一回ちょっと話しておきますと、非常に前回雪の絵かなんかを描いていたのかな。北海道の方でこう有名なとこなんですか？私ちょっと知らないですけども。非常によく描けているいい作品やと思いますよ。ちょっとでも鬼になっていきましょうね。暗さが黒すぎるな、もったいないですね。汚いですね、この色ね。ほぼ黒に近いように見えてしまうんですね、これね。で、ちょっとその一つ一つのものの中に落ちている影も色があるはずなんですよ。緑色の中の影かもしれませんし、光が強い光になって、湿度がどういう湿度やったらどういう影になってとかってあるんですね。で、そういうところをやっぱり写真撮ってしまうと、もうそれで完結してしまって、それを写す作業になってしまっている感があるんですね、これ。で、皆さんもこれすごく往々にしてあるので、その時の状況とかっていうのはしっかり覚えておくことが大事ですよ。風が強かったとか、日がすごいこの角度で入っていたとか、何時ぐらいやったとか、気温がどれぐらいやったとか、で、それに対してモチーフにどういう色の影、ものの中の影ですね、というのと、物から落ちている影。っていうのがどういう風になっているかっていうのはしっかりと覚えないとダメです。でそれはやっぱりこう経験がある人間からするとパパッとその場で軽くスケッチしたものである程度その状況っていうのはつかめるようになっていきます。ですごく大事なことです。で一番初めの頃にしょっちゅう言ってたんですけども、やっぱり光の方向とやっぱりこうそれによってできる影であるとか何であるとかっていうのをしっかりとスタートダッシュで考えておいてください。でやっぱりそれによってですね、例えばここのところドゥラドゥルドゥルドゥルとまたですねドゥル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 とこう暗い色が木の中に来てるんですけど、奥行きを出すということは遠近法なんですよ。もう一度言いますね。遠近を出すための方法を活用しないといけないんですよ。で、その一つは例えば有名なのやったら空気遠近法という方法をそーっと入れてあげてほしいんですよ。あんまり仰々しくやると嘘くさくなります。でも、そーっと実は絵を見る人はそれ知らないじゃないですか。ここ実はもっとこう黒かったんですよとか言う人誰もいないでしょ。で、そういうの、例えばここのところなんかとか、ずるずるっと同じようにこう濃いたまりの色があるんですけども、それが全部同じように書いてある。もったいないなーって気がします。あと、一番奥に見えるところに置いている木の中の影も、手前に置いている木の中の影も全部同じなんですよ。で、そういうところに絵画を作るという作業をぜひしてみてください。はい、ちょっと長めに行きました。次行きます。こちらですね。こちらはなんかすごいこう、面白いというかすごいこと書いてあってですね、大分から宮崎、熊本と2泊3日の旅でしたということは、あの辺りをずっと行くんですね、多分ね。で、これ高千穂ですね。高千穂というところで、その、面白いというと失礼ですね。その2日後ぐらいに、熊本地震があったということで、あの時ですね。すごい揺れまして、うちの母もその辺で被災して、何日間か、水とかもないような感じやったみたいですけどね。熊本市内に僕は祖母が住んでいるんですけども、今は老人ホームに入っているんですけど、その時にばあちゃんに会いに行って熊本地震どうやったって聞いたらですね、ばあちゃん面白いこと言うてて、いやー戦争中の方がしんどかったねってだから用を足すのも庭でしてましたって言ってたんで、やっぱたくましいなと思いますね。私たち一日電気つかないだけであわあわあわしますもんね。それ考えるとすみません、絵の方に戻ります。
白亜字風の地塗りをジェスを何層か塗って油絵で描いているということです。絵の具はソルベインを使用しているという、ソルベインですね。ホルベインですよこういうのもどんどん突っ込んでいったろで、そんなに悪くはないと思うんですけどね、まあここの手前の木のとこがどうなってんのかわからんなっていうのと、ここめちゃくちゃ有名なとこですよね。有名なところで下をボート借りてボートを乗れるというところなんですけども、ぜひね、今練っている絵の具の時間の倍の時間絵の具をまず練ってください。でまずそれで置くということをしっかりしてみてください。そして置くときにこれはどういう形なんだろうかっていうことを頭でちゃんと考えておいて、それを絵の具を他の色と、画面の中画中で多少は混ぜていいですということからスタートしてみてください。ちょっとそういう点でなんていうか絵の具の、面白さに頼りすぎているところがあって、ちょっとこう一個一個もう少しで、そこで思いっきり厚く塗るとかいろんな術はあっていいんですよ。そこで大胆にいくとかっていうのもあっていいんですけども、ちょっと絵の具自体がなんていうか画面の中で滑りすぎてしまっているところがあるので、まず今以上にで早く描ける人っていうのは手が早いだけじゃないんですよ。もちろん僕なんかこうライブペイントとかでやってると皆さん1時間ぐらいで描くから驚くでしょ。でもあれはある程度シミュレーションもちろんしてるんですけども、混色するこれとこれをやったらこうなるっていうことも分かっています。で画面の中である程度7割方8割方こうなるということはシミュレーションが脳みそでできているんですね。でも皆さんその手のスピード、うちの学生なんかも先生めっちゃ速いめっちゃ速いめっちゃ速いってただ雑なになります。でその辺は経験値をまず2倍ぐらいゆっくり混色してこうかなこうかなって当てがいながらやっていくと、おのずとスピードって上がっていくんですよ。でちょっとそれはこれ皆さんに言えることなんですけど、ちょっと覚えておかれるといいです。でどうしても写真を撮ると白いところは白くポンと光りますけども、例えばこういうところの右側、すいません、右側の方の白さなんて本当にこの中の色って何やろなとか、明るい奥の方なんていうのもこれ写真撮ってやっぱり白いところと暗いところのコントラストがポンとついてしまってるから形が見えなく写真になってしまってるんですよ。でももしこれやったらばもうめちゃくちゃ有名な場所なんでいっぱい画像出てきます。高千穂って調べたらこの画像が必ず出てきます。でそういう時は参照に描かれて、そこの部分ってこうかなああかな、光がこうなってたらこうなるかなああかななるかなっていうことを少し、シミュレーションと作品の方に転化していってください。はい、次いきます。これは皆さん覚えていますか？私がちょっともう画像自体がないのですみません。あれ面白い企画だったですよね。5枚書いたんですかね。1時間15分ぐらいだったと思いますけども、5枚書いて皆さんからいただいたお金、すみません、本当ありがとうございました。それでだいぶいろいろ機材とかを買いまして、このマイクもそうですけどね、こう大きい部屋で話してると、部屋の中で、音が響き渡るんでちょっと聞きにくかったりするので、マイクとかってつけると多少聞きやすくなったりすると思うんですよ。そういうのに活用させてもらいました。その写真を自分で油絵にしたということで非常に素晴らしいですね。もうよく覚えていますよ。いい作品だと思います。すみません、宅急便でした。ちょっと一回止めますね。すみません、近所の子がプールに行く時間でした。10時半ですね。40通ぐらい来てます。7、4、20、30か、30通ぐらいかな。すごいいい作品だと思いますよ。で、髪の毛の色って黒を使ってもいいんですけど、やっぱり子供ってもうちょっと毛柔らかい明るい色かなっていう気はします。私のなんとなくですけど、たまにいますけどね、めちゃくちゃ剛毛のめっちゃうわ黒とかねいう子いますけど、ちょっと黒すぎるかなっていうので、僕やったら例えばウルトラマリンとバーンとシェンナぐらいを混ぜた暗い色とかも結構使います。黒も使うことあるんですけども、ちょっとそれに頼りすぎてしまっているのがもったいないなっていうのと、子供の目とかも例えば橋本環奈さんって女優さんいますよね。あの人の目とかって結構明るいんですよね。ハーフとかクォーターなんか分かりませんけども、今そういうの言ったらいかんのかな。外国人の血が入ってるのかもしれませんけども、で案外こうなんかね、明るい目にすると喜ばれますよこれはなんとなくですけど、ちょこっとそういうところまで気を使われるといいなと思います。
でちょっと難しい話しますよ。全く同じ色でも例えば白い絵の具がパレットの上に置かれているとして、でそこのむにゅっとチューブが出したままの盛り上がっているところと、薄く例えばテレピンで溶いてシャーッと薄くなっているところが、あるとするじゃないですか。全く同じ白でもまず人の目って大体盛り上がってるとこ見るんですよ。大体で物を見るときって大体光の当たってるとことかを見たりします。で今こうよく書いてあるんですよ。よく書いてあるけど、若干例えば光の当たっているところに絵の具を厚く塗ってあげるっていうことをされるとか、または例えばほっぺたの正面を向いている側面、奥に入っていく鼻のところのこっち側、自分に対して正面を向いているところってありますよね。でそういうところにちょっと絵の具を厚く塗ってあげるだけで、厚い薄い厚い薄いっていうのができると、それだけで立体を感じさせることができます。だからちょっとそういう技術的なテクニック的なことも覚えていかれると、もっともっと良くなっていきます。実はそういうことをほとんどバレずにやってます。僕なんかはそれはもう皆さんそういうところをほとんど見てないと思うんですけども、私なんか展覧会して立体的に見せるための術をほんの少ししてます。それはグリザー油の段階でちょっとやってます。でそういうことを少しやるとわっと立体的になったりとか、奥行きがふーっといったりとかっていうことになっていきますので、ちょっとすごい細かいテクニック的なことですけども、やられてみてはどうでしょうか。次いきます。こちらの作品ですね。これは2回目って書いてある。3回目かな。2回目ってことだよね。で、高画質の画像を送ることができず失礼しました。もう今回めちゃくちゃ重いぐらい高画質でしたよ。綺麗に出ているんじゃないですか。で、すごく悪い作品じゃないと思いますよ。ほぼ自家用野菜だけで、福島県の会津、言うたらあかんかったかな。まあすみません。いいですね。自家用の野菜ですか。福島もほとんど行ったことないですよね。通ったぐらいですもんね。東北に若い頃旅行に行って車でブワーっと青森の方まで行ったっていうことがあったんですけど、また行きたいなと思いますね。どっか呼んでくれんかな。福島、仙台の方で昨年の今頃本当は講演会みたいなのやる予定だったんですけど、なくなってしまいましたもんね。で作品自体もすごくいいと思います。丁寧に描かれていて、筆致なんかの勢いみたいなのはいいなと思いますし、この赤いこれは何ですかね。何か牛小屋とかそういうのですかね。悪くはないと思います。すごくテクニックも今日も全部テクニックでいこうかなと思ってるぐらいですけど、筆致をねこんな感じで書いてるんですよ。ピュッピュッ。もう少しねゆっくり書くとことピュッ止めるとこと流すとこみたいなそういうリズムができてくると、もっと絵の中で抑揚とか出てくると奥行きとかも出やすくなったりします。で構図がちょっと平坦的というか、山の面積、これよう言うてますけど、山の面積、ここの牛舎か何か分かりませんが、何かの面積、下の面積ほぼ同じじゃないですか。でどうしてもそうなってしまった場合っていうのは、筆致とか何かによって少しそういう抑揚とかつけてあげないとスケッチになってしまいます。この動画が公開されているちょっと前ぐらいに画家になるための方法みたいなを挙げていると思うんですけども、その中でスケッチっていうので完全なプロになっていくっていうのは僕は難しいと思っていて、それでできている人って誰かなって考えたら俳優さんでいますよね。ムサビかなんか出られた男性の方で男前な人、あの方なんかはなんかそういう感じはあるんですけど、俳優さんが主でしょうから、でちょっとそういうことをスケッチを一線超えるっていうことをしていってほしいんですね、僕は。もしお時間とか皆さんがあるようだったら、現場で描くやったら難しいですけど、これやったら多分写真見ながら描かれているんでしょうから、もっともっとできると思うんですよ。必ずできると思います。その動画でも言うてたんですけども、おそらくなんかそういう方々って本当にちょこっとしたきっかけでぐーっと良くなっていく可能性があるんですね。で今現状にある程度欠けていてお上手なんですが、なんか全部が滅的に同じぐらいのペッ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 って書いてしまってると、僕もスケッチの動画いくつか上げてますけども、ちょっとそれに似てる感じになるんですね。でそれは
本画のためのイメージ作りとかやったらまたいいと思いますし、もうスケッチ画家やったらそれはそれでいいと思うんですよ。でちょっとそういうことを覚えていかれると、もっともっと色彩感覚なんかもすごいいいと思いますので、良くなると思いますよ。頑張ってください。私が作画で上げているのは皆さんのためにスケッチ止まりにしているとかっていうことですよ。本当にやってるプロの仕事っていうか、絵描きで食うている部分っていうのはあれじゃないですからね。はい、次いきます。この方、これ面白いな。これあれってね、15号の油絵だそうです。鏡の前に座る女性を描きたくて、今回もモデルはいません。想像でこんな描けるんやと思って、まあほんとすごい。髪の毛とかやっぱすごいですね。この方美容師なんですよね。前も送ってこられて、いやすごいですよ。見ずに描けんなら本当にこれ、お客さんとかで来られて、女性とかでこの方モデル頼みたいなとか言うたら、こういう絵を実際見せて頼まれてみたらどうですか。なんかで写真ちゃんと撮ってみて、いや全然違ったものにもっとなるような気がするんですよ。なんでかっていうと、例えばおそらく何かの雑誌とかの女性とかをいろいろ複合してくっつけて描いてはるんでしょうけども、写真の例えば雑誌とかに載ってる写真ってどうしても肌の色をきれいに見せるための補正ってされてるでしょ、必ず。でそういうふうに例えばちょっと赤みがかった方に持ってきたりとか、今私なんかこれ補正せずに、YouTube に上げてますけども、よく YouTube とかでもものすごくこう元アイドルのなんとかが家事してますみたいなとか、めちゃくちゃ白かったりするじゃないですか。ああいうのの違和感を僕は面白いなと思って見てるんですけど、ちょっとそれで青みがかってる部分が見えてきたりとか、人体の骨、これ特に問題なのは骨なんですよ。骨がなかなか見えてこない、特に洋服の中に入っている体の部分というのが見えてこないっていうのとか、そういうところがちょっと問題というか、一個一個のパーツはすごくいいんですけども、本当にプロになりたかったら多分そういうところができないとダメです。できてほしいです。そうするとまたワンランクツーランク上に行けるような気がするので、鏡に映っている手、奥の手なんかはもうまさに骨がない、骨がどうなってんだろうっていう感じに見えるんで、その辺シビアにやられてみてはどうでしょうか。髪の毛すごいね、面白い、よう描けるね。僕のお弟子さんになりますか。ちょっと頼もうかな。どうやって描いてんのって聞きたいぐらいですよ。ちょっとその辺をぜひ、もう1ランク2ランク上に行かれるように、ぜひ頑張ってみてください。うわよう描けてるわ、すごいな。鼻の穴の形っていうのもなんか、いい鼻の穴の形を研究されてはどうですか。例えばこれだと北川景子さん的な感じがするんで、こういった感じの写真とかを使いな見ながら、鼻の穴ってどうなってんのかなって、どっちかっていうとコンプレックスであるような部分っていうのを、なんとなく優しく柔らかく描いてあげたりした方がいいと思いますよ。これはもう想像で描いてらっしゃるということなんで、そういうことも研究していくと面白いと思います。はい、次いきます。次、生物が2枚ですね。こちらの作品です。1年ほど前から絵画教室に通い始めて、先月描いた作品を公表してもらいたいと。モチーフの陰影がうまく描けない、スフマートがうまくできない、背景を同系色にしてみたがガラスの透明感が出せない、ワインの文字が細かくて描けないと悩みました。ワインの文字ですか。これ先ほどの方と同じような問題なんですけども、とにかく絵の具混色してください。絵の具を混色をして置いた色を多少なじませるっていうことをまずしていってください。そこからです、本当に。でどうしても画面の中ですごく混ざり合わせすぎているとこがあって、もう僕の本当に高1の時の初めて描いた油絵がまさにこんな感じです。このワインの瓶を描きました。でその時に起こった問題っていうのはそういうことだったんですね。でやっぱり絵の具の物質感というのをもう少し使っていかれて、そうすると文字とかも書けるようになっていきます。で溶き油とか、何でもいいんですよ。ペインティングオイルとかでいいんですけど、しっかり溶いてみてください。でそれによって細かい線とかも引けるようになりますし、絵の具を置くっていうことをしていくともっともっと仕事が良くなってきます。でガラスの透明感っていう、どうしても背景暗くするとその透けて見える向こうの情報っていうのも暗いので、それはちょっと難しいんじゃないかなって気がします。
とにかくね初めはもう絵の具も極端な例ですけど、私筆色分割法っていう印象派風に描いてみたってやつがあるんですよ。あれとかをやって徐々に徐々にいきなり写実的にっていうのはまず難しいんですよ。で先ほどの例えば美容師の方なんてすごいもう稀有な例です。で多分描きたいって皆さん思うんでしょうけど、絶対ステップアップが必要なんですよ。生物のバラを描いてゴッホ風にとか、ああいうところを踏まえていくとちょっとずつ絵の具のことが分かってきて、それをもうちょっと解像度もう例えば細かくて見えんかったら葉月ルーペ商品名出したらまずいかな、まあいいわみたいなもの100円ショップにも売っていると私の知り合いの T 先生見てますか、100円ショップでも売ってるよって言ってたような気がしますけども、そういうのを使われてもいいかもしれませんよね。でどうしても細かい描写を一生懸命やりすぎると今度は全体のバランスというのがつかめなくなりますので、ちょっとそのあたりをぜひ、やってみてください。一箇所でもいいんですよね。これ何ですか、サザエですかね。これだけでももうちょっと粘ってみてもいいんですけどね、どうしてもこれやったら2日ぐらいで回転か3日ぐらいで回転か、ちょっと時間も短い気がするんですよね。だからちょっとこういうのは本当ご自宅とかで、絵画教室だけじゃなくてご自宅とかで絵の具をしっかり混色しておくっていうことをされてみるといいと思いますよ。はい、次いきます。次も最後同じように生物でしたね。この方も似てますよね。ちょっと文がですね長かったというか、文字がすごい大きいんですよこの方ね。パソコンで添付できていますということです。これレモンのところの絵の具がちょっと筆致があれですかね、少し絵の具が乗っていますかね。乗っている感じがしますね。ちょこっと背景と同化しすぎたかな。もうちょっと見えてもいいのかな。ガラスだけが単体がボンと見えてしまってるんで、もう1、2箇所、レモンもそうですけど、もう1箇所ぐらい光ってる部分とかがあると画面の中で構成ができて三角形の構図ができるかもしれませんし、それに相対する逆三角形のものが見えてくるとかっていうことも起こり得ます。がちょっとその辺で、構成というものをもう少し初めに考えられてもいいかなっていう、後ろがちょっと暗すぎるのかなっていう気はします。全部暗くしてもできやんことはないと思うんですけどね。でそうですね、悪くはないんですけどね、めっちゃ良くもない。ここどういう問題かな。おそらく地面に乗っているという感じが見えにくい。レモンと後ろのこのシャンパンかなんかが場所の関係がちょっと見えにくいのかもしれませんね。で生物がもうすっごくシンプルに、風景やと思ってください。はって感じでしょ。地面が例えばテーブル台ならば、そこにどう乗ってるかをまず描けるかなんですよ。木々が立ってるとか家が立ってるか地面があってっていう、この台がほとんど描かれていない、暗くなってしまっているので、もう少し明るくしてその辺が分かりやすく描けてくるともっともっと良くなると思います。そういえば前の方に質問に対して全然答えてなかったね。スフマートの、陰影がうまく描けない、スフマートができない、そうですね、似てますよね。絵の具混色しておいてそれをぼかしていってくださいって、絵の具をこの方も似てます。同じような感じなんですね。その辺は皆さん同じような問題抱えておりますので、油絵ってすごく混ざり合って綺麗にいくっていうところがもちろん最高のメリットなんですけども、そこに溺れてしまうと形形態っていうのが見えにくくなったりしてきます。だからちょっとそういう技法絵の具の特性に利用しろと大木さん言ってるだろうと怒ってるかもしれませんけどは理解しつつも、じゃあ逆の振り幅を持ってものすごく厚く塗ってみるようなことをしてみるとか、他のことを筆色分割法、色をどういうふうにすればもっと絵画らしくなるのかなとかっていうのを考えてみられてはいかがでしょうか。第44回は以上です。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。